ここではセクション1の4、1時間でマスターできる映像編集の流れを著者である私鈴木が実際に作っていく様子をご紹介していきます。この項目は今までにプレミアプロを使ったことがない人に1時間でプレミアプロで編集したことがある経験者になってもらうことを目的とした本書の核となる入り口の部分なのでしっかりとクリアしていただきたいなと思います。では早速制作を進めていきましょう。まず最初に新規シーケンスを作成します。ファイル、新規からシーケンスを選択。AVCHD を選んで 1080p から AVCHD1080p30 を選択。シーケンス名をエディットとします。すると、プロジェクトパネルにエディットというシーケンスが作成されます。次に素材を読み込みます。ファイル、読み込みから BGM と映像素材3本を選択して開く。すると素材が読み込まれました。そして素材を配置していきます。V01、V02、V03 を選んで、そのままタイムラインにドラッグします。素材が配置されました。ここからカット編集に入ります。映像の使わない場所を調整したいので、まずは V01 を選びます。そして時間インジケーターを8秒10フレームに合わせます。V01 の右端をつまんで左にドラッグしていくとクリップが短くなります。V02 を左端に詰めてから時間インジケーターを12秒10フレームに合わせます。そして V02 の左端をつまんで右にドラッグします。続いて20秒の位置に時間インジケーターを合わせます。そして V02 の右端をつまんで左にドラッグ。そして V02 全体を左に詰めます。そして最後に V03 の調整に入ります。まずは V03 を左に詰めます。19秒1フレームに時間インジケーターを合わせてレーザーツールを選択します。このレーザーツールを選択した状態でクリックするとクリップが分割されます。そして選択ツールに戻してこの左の部分をデリートで削除します。そして V03 も左に詰めます。これが基本的なカット編集です。次にテロップを作成します。時間インジケーターを2秒の位置に合わせて横書き文字ツールを選択します。プレビューパネル上でクリックすると文字が入力できる状態になります。そしてテキストを入力します。横書き文字ツールの状態から選択ツールに戻してテロップをクリックします。左上のエフェクトコントロールパネルからテキストを調整します。まずはフォントを変更します。プログラムモニターで確認すると先ほどとフォントが変わっているのがわかります。この状態でテキストがアクティブモードになっていますので、ここから位置を変更することもできます。この辺りに配置します。今度フォントサイズのゲージを上げるとスケールが大きくなります。ここでは150に設定します。続いて塗りの色をつけます。塗りのカラーパネルをクリックするとカラーピッカーが開きますので、ここで色を変更します。続いてストロークの色を変更します。ストロークにチェックを入れてカラーピッカーを開きます。ここではオレンジ色にしたいので FF8400 で入力して OK。太さを変更します。ここでは10に設定します。シャドウを追加します。まずはチェックを入れてからシャドウの色を白にして透明度を10にします。角度は135度。このシャドウの距離を 5.8 に設定してブラーを15に設定します。これで色のついたテロップが完成しました。続いてテロップにフェード効果を追加します。マウスポインターをクリップの左端に持って右クリックを押し、デフォルトのトランジションを適用。再生するとフェードインしながらテロップが浮き出てきます。同様にこのテキストクリップの右端をクリックしてデフォルトのトランジションを適用。
テキストの最後にフェードアウトが設定されます。再生してみると、フェードインで浮き出てきて、フェードアウトで消えていきます。最後にこのクリップに音楽を載せます。最初にこの映像にある音声をすべてオフにします。まずは V01 を選択してレベルを展開します。で、このつまみを一番左に持っていくことで完全に音が消えます。同様に他の V02 と V03 のレベルを下げていきましょう。これで音がすべて消えた状態になりました。そして最初に読み込んだ音楽データを配置します。で、今置いた状態だと音楽が長すぎるので、音楽の右端をつまんで左に持っていきます。そして先ほどと同じように音楽の一番右端を右クリック、デフォルトのトランジション適用でフェードアウトを設定します。そして最後にこの BGM の音量を調整します。エフェクトコントロールのボリュームのレベルを選択して、ここを-6に設定します。これでビデオブログの完成です。それでは次にこの出来上がったビデオブログを書き出します。まずはこの映像の一番最後にカーソルを合わせてアウトをマーク。そしてファイル、書き出し、メディアを選択。書き出し設定 H264、YouTube 1080p HD を選択して最高レンダリング品質を使用にチェックを入れてください。そして出力名にある EditMP4 保存場所とファイル名を設定します。ここではビデオブログと入力します。書き出しをクリックします。するとエンコードが開始されます。エンコードが終了すると指定した保存先に映像ファイルが保存されます。ダブルクリックして再生し内容を確認してみましょう。以上で映像編集の流れは終了です。